現在 AI 動画生成の頂点を争う最強クラスのツールハイロー AI。 モーションやカメラワークで困ったらとりあえずこれを使えと言われるレベルでガチのハイクオリティ動画が生成できます。今回はこのハイロー AI が BEO3 クリングオムニと比べて本当に最強なのか、実際に同じ条件で徹底検証していきます。お届けする内容はこちら。じゃあ今回は基本となる画像から動画を作る方法でハイロー AI、クリングオムニ、BEO3、この3つを同じ条件で検証していきます。それぞれに同じプロンプトを使って動画を生成し、モーション、カメラワーク、完成度の違いを比較していきます。ちなみにハイロー AI では圧倒的なクオリティを誇る最新の自社モデルハイロー2.3に加えて、なんとソラ2、BEO3.1、ナノバナナプロ、ミッドジャーニーまで使えてしまいます。さらに BEO3.1 は年末頃からずっと 63% オフという破格の状態。つまり一つのツールで複数の最強モデルを使い分けられるわけですね。それでは実際の検証に入っていきましょう。まずはこの画像から。プロンプトはこんな感じ。巨大な怪物たちが夜の要塞の門へ怒りながら突進するシーン。超ローアングル激しい手持ちカメラで迫力を強調。まずはハイロー AI。ハイロー AI の特徴としてこちらの指示の斜め上を行く演出をしてくる場合が多いです。手前のオーガが扉に向かって突進するのかと思いきや、奥の扉をぶち破って激しい雄たけびを上げています。私がハイロー AI を押す最大の理由がここですね。意図する演出を数倍強力にブラッシュアップしてくれます。次は BEO3。BEO3 の最大の特徴は効果音や BGM も同時生成してくれるところ。特に効果音が入るのはめちゃくちゃ助かりますよね。そして映像が現状最高峰レベルにクリアで鮮明です。これハイロー AI からウォーターマークなしで使えちゃいます。しかもこの動画を撮っている時点でまだ 63% オフ。次はクリングオムニ。スタートフレーム、スマートカットはオフでの生成だよ。クリングオムニも効果音を同時生成してくれます。最大の特徴としてスマートカットという機能があり、自動でカット割り演出を構成してくれます。こんな感じ。今回は同条件に近づけるためオフで検証していきますね。じゃあ次はこの画像で行ってみよう。ゴシック風メイドのギタリストが白いエレキを激しく演奏するライブシーン。煙とストロボが乱れるステージで観客の熱狂が渦巻くって感じのプロンプトだね。まずはハイロー AI。 このようにキャラクターの一貫性を保ちながら高次元の躍動感を付与した演出を実現してくれます。マジで本物のライブビデオを見ているみたいじゃないですか。それからハイロー AI の強みとしてエンドフレームのみでの動画生成にも対応しています。これやりたい人いっぱいいますよね。ハイロー AI ならできますよ。エンドフレームのみの生成に対応しているツールって実はあまりないんですよね。生成するとこんな感じになります。ハイロー AI のもう一つの特徴は常識を超えた異次元のカメラワーク。映像の迫力や没入感を一気に引き上げてくれます。生成クオリティを数段上に押し上げている最大の要因ですね。次は BEO3。 ハイロー AI は創作的で大胆な映像演出やカメラワークが得意なのに対して BEO3 は現実にありそうな自然でリアル寄りの表現が得意。実際に撮影したらこうなるというリアル思考の生成になりやすい印象です。次はクリングオムニ。クリングはモーション性能が高く、特に顔の一貫性が非常に安定します。人物中心の映像でも破綻しにくいのが強み。シネマティック寄りのグレーディングがかかった映像になりやすい。最後はこの画像で行ってみよう。女性が自信に満ちた足取りで歩み寄る。稲妻に照らされながら挑発的に手招きし双剣を操り始める。カメラが急接近と高速回転を繰り返すって感じだね。まずはハイロー AI。
やっぱりハイローはすごいね。この流れるようなモーションに対して最適なカメラワークで演出してきちゃうよ。いずれハイローもスマートカットのような機能や効果音同時生成に対応してくるだろうから楽しみだね。ちなみに今の段階でもハイロー AI ではリップシンクや BGM をつけた生成も実はできるんだよ。やり方は後半のハイローエージェントの説明で解説するね。次はベオ3。やっぱり効果音があると臨場感が半端ないね。稲妻に照らされながら挑発的に手招きして双剣を操り始めるって部分を難なくこなせるのもすごい。あ、このベオ3もハイロー AI の中で使えますからね。次はクリングオムニー。クリングも当然のように完璧なモーションで生成してくるね。もちろんスマートカットを使えばもっと映像作品的なカット割りで演出できるのさね。ただカメラワークに関してはハイローだけが指示に忠実だったかな。ここからはハイロー AI の使い方をサクッと紹介。その後面倒な作業を AI に丸投げできるハイローエージェントの使い方も解説していくね。まずハイロー AI にアクセスしたら左メニューのビデオもしくは画像をクリック。最初はビデオで動画を作ってみよう。動画の作り方は主に3つあります。画像をそのまま動かす方法、言葉だけで作る方法、画像を参照して作る方法。まずは画像を動かすイメージトゥービデオからいきますね。スタートフレームとなる画像をアップロードします。必要に応じてエンドフレームも追加できます。エンドフレームのみでの生成はハイロー 2.0 のみが対応しています。次に作りたい動画の内容をプロンプトに入力します。日本語でも OK だよ。生成モデルを選択します。最新はハイロー 2.3。ハイローではベオ3やソラ2も扱えます。あとは解像度と秒数を設定してジェネレートを押せば生成開始です。簡単でしょ。対してテクストビデオは画像を使わず言葉だけで動画を生成。手軽に使えるのがソラ2。これもハイロー AI から利用可能。桜が咲く卒業式の工程、焼きそばパンの CM、こんなシンプルな説明だけでも超ハイクオリティな映像を生成してくれます。もちっとパン一口で思い出まで溢れてくる。卒業。最後はレファレンストゥビデオだね。画像を参照して動画を作る方法。現在はベオ 3.1 に対応。画像そのものを動かすのではなく映っている人物や要素を参照して指示したシチュエーションの動画を生成できます。参照画像は最大3枚までアップロード可能。人物や背景を組み合わせて状況を記述するとその要素が登場する動画が生成されます。動画用の画像はどうやって作るのって思いますよね。そこも安心。現在の最強クラスの画像生成モデルが揃っています。まずイメージをクリック。ここから使いたいモデルを選択。ナノーバナーナプロをはじめミドジョーニ C ドリーム GPT イメージなどが利用可能。例えばミドジョーニを選択してプロンプトを書いて生成するとこのようにハイクオリティな画像を生成することができます。ミドジョーニではこのような感じの画像が生成されます。個人的にミドジョーニは意識高い系の画像が出力される印象ですね。参照画像を使って生成するとキャラクターや見た目の一貫性が大きく向上します。同じプロンプトでも参照ありだと元の画像に近い結果になります。ミドジョーニはオリジナリティを残した模倣という感じ。参照をほぼそのまま再現したい場合はナノバナナプロが協力。同条件で生成すると参照画像の人物を忠実に再現した結果になります。ナノバナナプロの登場で私ミッドジャーニー解約したんですけどまさかのハイロー AI から使えるようになったのでラッキー。お次はハイローエージェントの使い方。今話題の AI エージェント機能で複数のタスクをまとめて自動で進めることができます。いろいろとテンプレートがあるんだけど例えばこのストーリーボードを使ってみよう。これは参照画像から宝探しの物語をベースに9枚の画像からなる物語の各シーンをまとめて生成するっていう指示になっているよ。参照画像を差し替えて生成してみるね。このような指示が書かれているよ。しばらく待つとシーンごとの画像が9枚生成されます。シーン1
から順に見ていきますね。ちゃんとストーリーを感じるシーンが生成されているね。このようにテーマを与えてストーリーを構成させて、そのストーリーに沿ったシーンを画像として生成させています。もちろん動画化して結合させるところまで指示すればやってくれますよ。例えば各シーンを最適な BGM、効果音、視覚効果でイメージし、それらを1本の動画に統合してくださいみたいな感じで指示すると、各シーンを映像化して結合してくれます。結合された動画を見ながらモデルについてサクッと紹介しますね。エージェント機能で使用するモデルはここで設定できます。チェックしたモデルだけが自動選択されて使われます。オーディオはミニマックスオーディオと連携してボイスや BGM を生成。使い方は別動画で解説しているのでぜひ参考にしてください。このハイローエージェントすごく便利ですが、今回のような指示だと9枚の画像からそのまま動画まで生成されます。この一連の生成で約300クレジット消費しています。クレジットに余裕がある人には効率的ですが、そうでない場合はフェーズごとに止めて確認するのがおすすめ。指示に次の工程に進む前に必ず確認すると入れておくと安全です。それからハイルオ AI でもリップシンクができるの知ってましたか？実はハイルオエージェントからリップシンク動画を作成できます。画像と音声ファイルをアップロードして、このように口の動きを合わせる指示を出すだけで生成できます。注意点として、日本語でリップシンクの指示を書くとエラーになることが多いです。原因は不明ですが、日本語の指示が弾かれている可能性があります。英語で指示を書くと正常に生成できるので、リップシンクは英語プロンプト推奨ですね。占いババ、失礼しちゃうわ。こんなピチピチギャルを捕まえて。最後に料金プランを見てみるよ。一応フリープランもありますが、ほぼ一度きりのお試しという位置づけ。継続して使うなら実質サブスクリプション加入が必要になります。現在キャンペーン中で、スタンダードからマスタープランは月額最大 36% オフ、年間なら最大 49% オフ。プランの違いはほぼクレジット数なので、本格的に動画を作るならプロ以上がおすすめ。そして注目なのはここ、マックスプラン。割引が一切ない最上位のプランなんですが、ハイロー 2.3 が無制限で使えちゃいます。最高峰のクオリティを誇る自社モデルであるハイロー 2.3 が無制限で使えるということは、2万クレジットをベオ3とソラ2に全振りできるということです。しかも現在ベオ3は生成コスト 63% オフを継続中。ソラ2やベオ3もガンガン使いたいって人にとってはコスパがめちゃくちゃいいんですよね。まあ月200ドルってかなり高いんですが、万が一マックスプランに年額 50% オフくらいの割引が来た場合、私は秒でマックスプランに変更しようと思っています。ちなみに私はプロプランです。今回は CPP をやらせていただいているハイルオ AI コラボということで、普段の動画素材を使った検証とチュートリアルをお届けしました。これからも最新の生成 AI 情報や役立つ内容を発信していくので、チャンネル登録して待っていてください。お相手はあなたのパンコちゃんでした。アデイ。